FX では利食いに迷うことって多いですよね。フルマックスで利益を取りたい欲望のせいで、どうしても欲張っちゃうんですよね。でもこれをやると、利益を取り逃して悔しい思いをする。こんなことを繰り返しているうちに、利食いの仕方に迷ってしまうんですよね。そんな迷いをできる限り減らすための利食い方法を、今回はお伝えしていきます。7つの利食いタイミング。FX で利食いというのは永遠のテーマでもあります。なぜなら、エントリーや損切り位置というのは、どんなトレード方法でもある程度決まっているのですが、利食い方法に関しては無限にあるからです。実際に FX で勝てなかった頃の私も、利食いのタイミングに迷っていました。そんな中で色々と、検証やトレード経験を積むことで、私が効果的だと感じた利食いタイミングは主に7つあります。リスクリワードで利食いをする。この利食いタイミングは単純明快で、最もわかりやすいです。これは、損切りと利食いの比率を最初に固定してしまうのです。例えば、リスクリワードを1対2に固定したとします。そうなると、損切りが仮にマイナス30ピップスだったら、利食い幅はプラス60ピップスです。リスクリワードを1対3にして、損切り幅がマイナス50ピップスだったら、利食い幅はプラス150ピップスです。このように、リスクリワードを固定してしまえば、利食いタイミングに迷うことなく、決済をすることができますよね。この方法が最もシンプルで簡単な利食い方法になります。ただし、この方法を使う場合は、勝率のことも考える必要があります。例えば、今の勝率が 20% しかないのに、リスクリワードが1対2だと、トータルでマイナスになります。もし、リスクリワードを1対2にするなら、勝率は最低でも 50% は必要です。仮に1対3にするなら 30% 以上の勝率が必要になります。リスクリワードを固定する場合は、勝率のことも考える必要があるので、まずは今の自分の手法がどのくらいの勝率があるのか確認が必要です。そしてそこから、その勝率に合ったリスクリワードを決めるようにしましょう。目立った高値と安値で利食い。次の利食いタイミングとしては、目立った高値と安値で利食いする方法があります。例えば、このチャート画像の黄色丸で買ったような場合、直近の高値をめどに利食いをするのです。このような目立った場所は、誰が見ても反転したと認識できるので、再度この高値にレートが来た時に、ここでもう一回反転するだろうな、という心理が働きます。この心理によって、買いの利食いや逆張り売りが入ってくるので、それだけ反転もしやすくなるのです。よって、このような目立った高値などにレートが来たら、利食いをしてしまうのです。あとはこれ以外にも、何回か反転しているような場所も、利食いの目処としてはいい目処です。例えば、このチャート画像の水色丸みたいな場所です。これはチャートの左側から流れを見ていくと、強く下げた後にもう一度下げようとして失敗しています。この動きが出たことで、売っていた人たちが決済をしてきます。売りの決済は反対売買の買いになるので、上昇する力になります。さらに、逆張り買いが入ることで、これも上昇する力になります。よって、二つの買いパワーとなって、誰が見てもわかるぐらいはっきりと反転しました。そうなると、この位置までもう一度レートが下がってきた時に、多くの相場参加者は、ここでもう一回反転しそうだな、と考えます。その結果、また売りの決済が出た上に、逆張り買いも入ってきて再度反転します。この2回目も、誰が見てもわかるようなはっきりとした反転になると、相場参加者にその場所がより強く意識されます。この状況で、3回目に同じ場所へレートが来たら、同じ心理が今まで以上に強く働くので、反転する可能性が高くなるのです。2度あることは3度あるってやつです。このような理由から、何度か反転しているような場所も、いい利食いの目処になります。ちなみに、このような場所は、1時間足以上になると、特に強く意識されます。なぜなら、1時間足以上になると、相場参加者の数が多くなるからです。相場参加者の数が多くなれば、それだけ目立った高値や安値を意識する人の数も増えるので、反転する確率が高まります。だから、自分がエントリーをした時に、1時間足以上でこのような場所が近くにあったら、一旦利食いをしておくのが無難です。段階的な利食い。
この利食いタイミングは1回で全てを利食いするのではなく、複数回に分けて利食いをします。これをやることで、利益を伸ばすことが可能になります。また、この方法は、目立った高値や安値で利食いする方法と相性がいいです。例えば、このチャート画像の黄色丸で、買いエントリーできたとしましょう。戻り高値を強く上へ抜けて、トレンド転換をしてから、押し目買いをした場所です。この時に反転しそうな場所に水平線を引くとすると、私なら次のような感じで引きます。よって、今回であれば、利益を伸ばすために、これらのレジスタンスラインに来たら、3回に分けて段階的に利食いをするのです。では実際に、その後の動きがどうなったかを見てみましょう。いい感じに利食いができてますよね。このように、反応しそうな場所で段階的に利食いをしていけば、利益を伸ばすこともできます。しかし、この方法を使う場合、少し注意点があります。それが、リスクリワードが悪くなる可能性があることです。なぜなら、段階的に利食いをする場合、毎回最後まで利食いができるわけではなく、途中でレートが戻ってくることも普通にあるからです。例えば、先ほどのチャート画像を使うと、黄色丸で買って、1回目の利食いをした後に、ストップを縦値に移動したとしましょう。その後の動きを見てみると、レートが戻ってきて、残りのポジションは縦値ストップに引っかかりました。このようなことが頻繁に起きると、リスクリワードが悪くなって、トータルの利益がマイナスになることがあります。例えば、3万通貨でトレードをしていて、損切りがマイナス30ピップスで、利食いがプラス50ピップスを3回といった感じで段階的に決済をするとしましょう。そうすると、すべて利食いできた場合、単純計算で、損切りがマイナス9000円で、利食いがプラス1万5000円となるので、トータルでプラスになりますよね。しかし、この時に、1回目の利食い後にレートが戻ってきて、残りの3分の2が縦値になった場合、この時の合計の利益は5000円になります。そして、次のトレードで1回も利食いできずに、マイナス30ピップスの損切りになった場合、3万通貨すべてが損切りになるので、9000円の損失になります。よって、この2つのトレードを合計して、ピップスだけで収益を見ると、利食いがプラス50ピップスで、損切りがマイナス30ピップスといったように、プラスになっているように見えますが、実際の収益はマイナス4000円になります。このように、段階的に利食いをする場合、すべてのポジションを利食いできる確率が悪いと、ピップス合計ではプラスなのに、収益がマイナスになる、といったねじれが起きます。ですから、段階的に利食いをする場合は、しっかり検証をして、トータルの結果がプラスになるのを確認してから使うようにした方がいいです。チャートの形状から利食い。次の利食いタイミングとして、チャートの形状から利食いをする方法があります。この方法を使うと、その時の相場に合わせた利食いができるので、利益を伸ばしながら、無駄な取り逃しを防ぐことができます。例えば、このチャート画像の黄色丸で買ったとしましょう。この時に、チャート形状を見ながら、利食いを考えていくのです。今回のチャートで言うと、途中までいい感じで利益が伸びていってますよね。しかし、ある程度上がったところで、はっきりとわかるダブルトップを作りました。これは、直前の高値を更新するのに失敗したので、上昇の勢いに陰りが見えてきたことを意味します。しかし、まだ上昇トレンドなので、ダブルトップを作ったとしても、そこからさらに上がる可能性もあります。だから、まだ利食いはせずに、もう少し様子見をしていると、ダブルトップを作った後に、もう一度レートが上がったのですが、その後に下がり出してますよね。この下がり出したタイミングで利食いをしてしまうのです。なぜなら、ダブルトップを作って戻ってきた後に、直近の高値にすら届かずに下がってきているからです。しかもよく見ると、直近の最高値からも、高値を切り下げています。つまり、明らかに上昇の勢いがなくなっているので、ここから下がる可能性が高い、ということがわかります。実際に、直近の高値にすら届かずに下がり始めたら、下落の勢いが加速しています。もしくは、ダブルトップを作ったら利食いをしてしまうのでもいいです。この時点で上昇の勢いが弱まっている証拠なので、そこからそのまま下がっていくことも結構あります。例えば、次のような感じです。このように、
チャート形状を丁寧に見ながら利食いのタイミングを測っていくと、天井での利食いは無理ですが、利益の取り逃しをなくせます。さらにこれに加えて、反転し始めた場所に目立った高値などがある場合は、より反転する可能性が高いので、うまく逃げることができます。ただし、この方法を使ったとしても、100% 成功するわけではなく、利食いをした後に反転して大きく伸びることもあります。例えば、次のような感じです。よって、この方法を使うときも、しっかり検証をしてから使うようにしましょう。また、この利食い方法は、チャートを読む力も必要になります。ですから、もしこの方法を使うなら、チャートから相場参加者の心理を読む訓練もした方がいいです。チャートの読み方に関しては、この動画を見てみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。チャンネルラインを使った利食い方法。トレンドラインを平行に引っ張って作るチャンネルラインがありますよね。これを使った利食い方法も効果的です。なぜなら、FX のチャートというのは、一旦流れが出だすと、ある一定の角度の中で上昇や下降を続けるからです。この特性を利用して、チャンネルラインの上限や下限に来たタイミングで利食いをしていくのです。例えば、今のチャートがこの状態だったとしましょう。全体の流れを見ると、高値と安値を切り上げているので、上昇トレンドです。つまり、売りたい人よりも買いたい人の方が多いので、買いを狙う場面です。そして、今現在の位置を見ると、何度か反転している場所にいるので、押し目買いができます。この時に、安値と安値を結んだトレンドラインを引いて、そのラインを平行に高値へ引いて、チャンネルラインを作ります。そうすると、チャンネルの上限に利食いの目処が出てくるので、利食いタイミングもはっきりします。では、この後の動きを見てみると、次のようになりました。チャンネル上限に来たら、レートが反転していますよね。この上限に来たタイミングで利食いをしておけば、いい感じで利益を取れます。ただし、チャンネルの場合、どこを起点にしてラインを引くかで、見え方がかなり変わってくるし、迷いも起きやすいです。使いこなせれば強力な武器になりますが、かなり難易度が高いので、使う前に検証をやり込んだ方がいいです。切り板に来たら利食い。レートが切り板に来た時に、利食いをするのもありです。切り板とは、150や150.5などの切りのいい番号のことです。例えば、あなたが利食いをする場合、4900円で利食いするなら、5000円の切りのいい数字まで伸ばそうと考えますよね。この切りのいい数字というのは、多くの相場参加者に意識されるので、FX では反転の目処として使われることが多いです。例えば、このチャート画像のラインは、切り板に引いてあるのですが、何回も反応していますよね。切り板でぴったり反応していなくても、気になって反転しているということは、切り板が意識されている証拠です。ということは、切り板付近に来たタイミングで利食いをしていけば、それなりに精度の高い決済ができます。保有時間で利食いタイミングを測る。これは、利益を伸ばすときに使える利食いタイミングです。例えば、自分のトレードが利益を伸ばして、トレーディングをするようなスタイルだったとします。トレーディングをするということは、一番含み益がある状態から、ある程度戻ってきたら利食いをしますよね。この時の一番含み益が乗るまでの平均保有時間を計算して、それをめどに利食いをしていくのです。例を挙げると、利食いになったトレードの含み益が最大になるまでの時間が平均2時間だったとしましょう。ということは、買いでエントリーした2時間後くらいに反転することが多くなるので、そのタイミングで利食いをするのです。そうすれば、無駄な利益の取りこぼしが減るだけでなく、うまくいけば一番いい位置で利食いができます。ただ、注意点としては、買いと売りで保有時間が変わるので、そこは分けてチェックをした方がいいです。基本的には下落スピードの方が速いので、売りの方が保有時間は短くなります。このように、保有時間を使うことでも、利食いのタイミングを見つけることができます。相場状況で利食いのタイミングを変えると、より効果的。ここまでは、利食いのタイミングについて色々とお伝えしてきました。FX では、利食いのタイミングが無限にあるので、自分に合ったものを選んで使うのが一番です。そのような中で、相場状況を判断しながら、利食いのタイミングを使い分けると、より効果的な利食いができます。
トレンド相場での利食いタイミング。上昇トレンドや下落トレンドなど、全体の流れがはっきり出ている場合は、利益を伸ばすことができます。なぜなら、このような相場では、相場参加者の意識が同じ方向へ向いているからです。例えば、上昇トレンドの場合、売りたい人よりも買いたい人の方が多い状態です。ということは、多少下がってきたとしても、そこから買ってくる人が多く存在しているので、上昇しやすくなります。特に、近くにレジスタンスとなる場所がないような場合は、高値を更新して上昇しやすいので、こういう時は利益を伸ばすことができます。押しや戻りが深い時は無理に伸ばさない。トレンドが出ている最中は利益を伸ばすことができるのですが、押しや戻りが深くなった時は無理に利益を伸ばさない方がいいです。例えば、このチャート画像の黄色丸で買った場合、利益が伸びずに戻ってきて大きく下落していますよね。この時の状況を見ると、買いの場所まで強く下げてきて、押しが深くなっていますよね。押しが深くなると上昇トレンドだとしても、買いを狙っている人たちは、下げの勢いが強いな。このまま下がるかもしれないから、一旦買いは様子見をしよう、と判断して買いを入れてこないので、上昇しづらくなります。さらにこれに加えて、逆張りで売っている人たちも、本当なら利食いのタイミングだけど、下げの勢いが強いから、一旦様子見をしよう、と判断してきます。その結果、売りのポジションを決済してこないので、買い戻しが入りません。この2つの思惑が働くことで、上昇の力が出ないので、押し目買いポイントで買ったとしても、利益が伸びずに下落しやすくなります。よって、トレンドが出ていても、押しや戻りが深い場合は、利益は伸ばしすぎずに、ある程度で利食いした方がいいです。レンジ相場での利食いタイミング。次に、レンジ相場ですが、この時の利食いタイミングは、基本的には、レンジの上限や下限になります。レンジ相場の場合、方向感が出ずに迷っている状態です。相場参加者の目線もどっちつかずの状態なので、動きが出にくいです。このような場面では、利益は伸びにくいので、利食いのタイミングとしては、レンジの上限や下限が無難です。もし伸ばすとしても、レンジの上限や下限に来たら、半分を利食いして、残り半分のストップを縦値に移動するなど、分割決済を使った方がいいです。トレンドと逆の時の利食いタイミング。現在のトレンドと逆方向へトレードする場合、利食いタイミングは早めがいいです。例えば、下落トレンド中に逆張り買いをする場合、利益を伸ばそうとしても、すぐに戻ってきてしまいます。なぜなら、下落トレンドということは、売りたい人が多い状態だからです。そのため、下落トレンドの状態で反発をしてきたら、売りを狙っている人たちが、売りのチャンスと判断して、一斉に戻り売りを入れてきます。これによって、レートが下落していき、安値を更新して下落トレンドは継続します。このような状態で逆張り買いをした時に、そこでエントリーできた、利益を伸ばしてやる、なんてことをすると、下落トレンドの波に飲み込まれて、利食いのタイミングを逃すだけでなく、損切りになってしまいます。だから逆張りをするときは、利益を伸ばすようなことはせずに、早めのタイミングで利食いをするのが無難です。もちろん、エントリーした場所は底や天井になって大きく伸びることもありますが、確率的に考えると、伸びないことの方が多いです。ボラティリティが低い相場での利食いタイミング。ボラティリティが低い相場でも、利益は伸ばさずに、ある程度での利食いが無難です。例えば、このチャート画像の黄色丸で買ったとします。この時にボラティリティが低くて、直近の高値までの距離が10ピップスしかなかったとします。このような状態で、利食いをプラス50ピップスなど、無理に伸ばそうとしない方がいいです。伸ばそうとしているうちに、直近の目立ったレジスタンスに到達してしまい、そこから反転してくるからです。こうなると、利食いをするどころか、損切りになってしまうので、ボラティリティが低い相場では、利食いタイミングを早めにするか、トレード自体をしない方が無難です。決済タイミングにインジケーターを使うのはどう？ FX ではいろんなインジケーターがありますが、自分がいつも使っているインジケーターがあって、それが決済タイミングに役立つなら使うのは全然ありです。例えば、決済タイミングに使えるインジケーターに、ボリンジャーバンドがあります。このボリンジャーバンドの3シグマにレートが来た時に、決済をする人も多くいます。これ以外にも、RSI など、
上昇や下落の過熱感を見るインジケーターを使って、決済タイミングを測るのもいいでしょう。とにかく、自分にとって相性が良かったり、使いやすいものがあれば、インジケーターを決済に使うのも効果的です。逆に、今のトレードで使いやすいインジケーターがないような場合は、無理に使う必要はありません。無理に使ったところで、使い方もよくわからなければ、間違った決済タイミングで利食いをする可能性が高くなります。そんなことになったら、せっかく大きく狙えた利益を取り逃すことになりますので、そのような場合は、インジケーターを決済に使わずに、この動画の最初の方で紹介した利食いタイミングを使った方がいいです。結局、どの利食い方法がいいの？ここまでいろんな利食いタイミングを紹介してきたのですが、いろいろありすぎて、結局どれがいいの？こんな風に思ったかもしれません。利食い方法に関しては無限にあるので、自分の性格に合ったものを選ぶのが一番です。例えば、利益を取り逃す場面が多くなっても、一回で大きく取りたいのであれば、チャートの形状から利食い、トレーリング、段階的に利食い、といったあたりがいいでしょう。逆に、大きく伸ばさなくてもいいから、確実に利益を取っていきたいのであれば、目立った高値や安値で利食い、切り板で利食い、リスクリワードを固定して利食い、このあたりがいいでしょう。私が個人的におすすめなのは、目立った高値や安値と何かを組み合わせて利食いするのがやりやすいです。目立った高値や安値というのは、誰が見てもはっきりわかるので、大多数の相場参加者が意識しています。ということは、それだけ反応する確率も高くなるので、これをベースに、チャンネルや切り板、段階的な利食い、リスクリワードでの利食いなどを組み合わせていくのです。例えば、このチャート画像の黄色丸でうまく戻り売りができたとしましょう。この時に、チャンネルを使って利食い目標を決めるとなると、次のような感じになります。これだとチャンネルの下限まで届かずに判定しているので、せっかく含み益が乗ったのに、利食いができないですよね。じゃあ、なんでチャンネルの下限に届かずに判定してきたのか。これは上野市を見てみるとわかります。チャンネルに届かずに判定した場所には、サポートラインが引ける場所があったのです。よって、この場面であれば、サポートラインが引ける場所までレートが下がってきた上に、チャンネルの下限にも近づいているので、そこで利食いをしてしまうのです。そうすれば、チャンネル下限ぴったりで利食いとはいかなくても、ほぼチャンネル下限で利食いできるので、利益を取りこぼすよりは全然いいですよね。これ以外にも、チャート形状から利食いする場合も、このような状態だったとします。この時も上野市を見てみると、次のようになっていました。レジスタンスラインが引けるような場所で反応していますよね。このような感じで、目立った高値や安値が絡んで判定することが多いので、これと組み合わせて、利食いタイミングを決めていくと、それなりに満足した利食いができます。100% 満足のいく利食いはないと思いましょう。ここまで、利食いのタイミングについて色々とお伝えしてきたのですが、100% 満足のいく利食いはないと思った方がいいです。どんなに自分の中で満足のいく利食いができたとしても、その後に大きく伸びていったら、我慢してポジションを持っておけばよかった、なんて、満足が不満に変わることもしょっちゅうです。昔の私がそうだったのですが、利食い方法に迷っている時って、天井で利食いがしたい、そこで利食いがしたいっていう気持ちが先行していることが多いです。しかし、どこまで伸びて、どこで判定してくるのかは誰にもわかりません。FX のような不確実な世界に確実を求めれば迷いが出てしまいます。それだったら、ある程度のところで利食いをしておいた方が、完璧な利食いを目指して利益を取り逃すよりもずっとマシです。それに FX は、トータルでプラスになればお金は増えていくので、完璧を目指す必要もありません。自分の欲望に従っていたら、キリがないので、どこかで妥協点を見つけて折り合いをつけていくようにしましょう。まとめ。今回は、FX での利食いのタイミングについて、私が考える方法をお伝えしてきました。利食いのタイミングは無限にあるので、迷うことが多いですよね。ですが、今回紹介した7つのうちのどれかを使うか、組み合わせて使えば、それなりに納得した利食いができるようになると思います。もし、良さそうなものがあれば、試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。